こんにちは、なにこです。最近の私は一味違う。なぜなら今日も流行りに乗るから。最近流行りに乗れてる。嬉しいけど、多分この動画が投稿されている頃にはこの流行りちょっと廃れてると思う。悲しい。そんなことは置いといて、今日何するかっていうと、これ初めて出たのがどこだろうかね。多分私が初めて見かけたのは Twitter なんだけど、その画像をお出しするのはねちょっとよろしくないのかなと思うので簡易的な説明になるんですけど、2種類の顔があって、このどっちもめっちゃいいよねみたいなのがバズってたんですけど、片方が垂れ眉で釣り目の人と釣り眉で垂れ目の人がいて、これめっちゃいいよねみたいなのがバズってたんですよ。私が見たのは Twitter なんですけど、めっちゃバズっててわかるって思ったので、最初見た時は垂れ眉釣り目にしようとしてたんだよ、この動画の内容を。ただいざ一応予行練習としてやってみようと思ってやったら、あまりにも似合わなかったんです。悲しいよマジで。自分が好きな顔が全然似合わなくてすごい悲しくなっちゃって、でもちょっと逆釣り眉で垂れ目だったらワンチャン希望が見えたので、ちょっと本日はこれで私も大バズり釣り眉垂れ目メイクをやっていこうと思います。もう本当にさ、最近の私流行りに乗っちゃってすごいねって思ってる。ちょっと前にあげたモカムースメイクとかもそうだけど、ちゃんと流行りに乗れてて偉いなって思う反面、これ失敗したらすごい悲しいなって思って、さっきも言った通り垂れ眉釣り目がマジで似合わなかったんですよ。ほんと信じられないぐらい似合わなくて、それの高い案として、じゃあ逆の釣り眉垂れ目をやってやろうっていうマインドなのよ今日は。これすらも成功しなかったら、私今日はラッキーエンドになろうと思います。マジで悲しいでこの動画が終わると思ってください。ということでメイクやっていきましょう。メイク始めていくんですけど、メイクを始める前にカラーコンタクトをつけていくよ。本日つけるのはあざとめのキューピッドというお色味のカラコンをつけていきます。結構目の色がちょっとベージュ味な感じに明るくなる感じですね。ちょっと一旦つけていきますね。はい、こっち側にカラコンをつけてきました。こんな感じでございますね。ちょっとベージュっぽく緑っぽくみたいな目のお色になりましたね。今回は目は垂れ目にしていくので、どっちかといえばなんかこう優しい印象にしたくて、グレー系とかそういう白っぽい明るさじゃなくて、こういう柔らかいベージュ系のね目の明るさにしたかったので、このカラコンを選んだというわけです。とても素晴らしいと思います。かわいい。もう片方もつけてきます。はい、両目つけてきたんですけれど、とてもよくない？結構思ったよりちゃんとなんか優しい印象になったかもしれない、黒目より。じゃあメイクに入っていきますよ。そしたら眉毛から描いていくんですけど、もう眉毛はね今回のキーポイントでございますから、釣り眉垂れ目ということで釣り眉に描いていきます。もう今日のためにどんどん私はね眉毛の幅がなくなってってるんですけど、動画のせいで本日も短くしてまいりました。もう目の幅より少なくなってきましたので、来年あたりには眉毛がなくなっているかもしれませんね。ということで眉毛描いていきますよ。こいつはシンプルに釣り眉でいいと思うんだけど、今回はちょっと細めにして大人っぽい仕上がりの眉毛にしようかなと思いますよ。迷った時はね大人っぽいお姉さんになっときゃ間違いないからなと。はい、こんな感じで眉毛が完成いたしましたよと。眉毛完成したっていうか眉毛描きが終わりました。見て、綺麗な釣り眉でしょ。頑張ってね綺麗に釣り眉を描いたんですけど、こんな風にね綺麗に描くコツは眉毛を剃ること。そしたら眉マスカラをつけていきますけれども、眉マスカラどうしようかな。眉マスカラちょっと明るめのやつをつけていきます。重くない印象にしたいので眉毛を。はい、こんな感じで眉毛の色が明るくなりました。やっぱこっちの方が重苦しくなくていいと思う。結構優しい印象にも持ってきやすくなるんじゃないかなと思いますので、そしたらアイメイクに入っていきます。ここが最も大事、すごく大事、インポータントって感じなので気合を入れたいんだけど、何のアイシャドウ使っていこうかな。でも優しい印象にしたいんだったら薄めのブラウン系とかを使っていけるといいのかなと思うので、ベージュっぽい感じのやつとかグレー系のアイシャドウを使っていきながらアイシャドウを作っていきます。これがキレイ&コーアイシャドウパレット05番のミルクベージュで、こいつがいつも通りルム&ベターザンパレットダスティフォグガーデンですね。でちょっと私は青み吸収がすごいんで青系の下地を塗っておきます。じゃあアイシャドウ下地が塗り終わったのでアイシャドウに向かっていきますよと。そしたらまず一番最初のベースカラーはキレイ&コーのやつのここのお色味を使っていきます。こいつはもうまぶた全体にシャシャシャっ
同じ色を下まぶたにも全体的に塗っていきますよ。で今回はお分かりの通り垂れ目にしていくので、目尻の方は広範囲気味に塗っちゃってもよろしいと思いますよ。はい、こんな感じでベージュっぽい色が全体的に塗り終わりましたら、お次はロムの方に行きまして、この上の段の真ん中のお色味をペッペッって取って目尻に塗っていきます。同じ色を下まぶたの目尻にもふわっとのせていきますよ。これもベースから塗った時と同じ感じで若干広範囲気味に。そしたらお次しっかりとした締め色を塗っていくんですけど、下段のここのお色味をこんな感じで細めのチップをご用意いただいて、目尻ね置いてグイッと塗っていっちゃうわけよ。いいんでねでしょうか。そしたらね、もうちょい可愛らしさというかそういう感じを作っていきたいので、こういうピンク色、もう同じような色だったら何でもいいので、こういうピンク色を細い筆に取って下まつげの生え際の部分に入れて血色感を作って可愛げを足していきたいよね。いいねいいね、垂れ目になってきたねということで、涙袋を描いていきますよって、何でもいいんですけど、ちょっと薄めの色、この色かな、ちょっと見づらいと思うんですけど、この色を適当に取って涙袋にしたいなっていうガイドを描いていくんですけど、今回は垂れ目でやっていくので、涙袋の終わりも下げて目頭に行くにつれて若干上がっている感じの。そうしたらお隣のさっき使ったここの色ですね、ここの色を細い筆に取って今描いたガイドの下にシュシュと。はい、こんな感じで涙袋が作れましたとさ。いいね、だいぶ垂れ目になってまいりましたので、ちょっと私こっちの目だけ二重葉が狭いのでちょっと広げてまいります。少々お待ち。はい、こんな感じで二重幅を揃えてまいりましたので、アイラインを描いていきましょう。アイラインは真っ黒でいいんじゃないかなね。アイシャドウでぼかすんで、この後とりあえず真っ黒でいいんじゃないかなと思います。そしたら垂れ目ですので垂れ目アイラインを描くのみですよね。垂れ目なんだけど垂れ目にしすぎちゃうとちょっと私が今回目指している優しそうなお姉さんみたいな感じなのは雰囲気出づらいのかなと思うので、垂れ目なんだけど極端に垂れ目にするって感じじゃなくて、普通のアイラインみたいな目の形に沿ったアイラインを描くみたいな感じかな。いいじゃないですか。こんな感じだと思われます。もう普通のアイラインって感じ。そんなこだわりもクソもね。そしたらこのアイラインをここのお色味でぼかしていきますよ。この上の部分をちょっとぼかしていくだけです。これができたら適当にダブルラインを描いていきますよ。なんかアイラインの角度に合わせて引くだけ OK です。それができましたらビューラーをしてマスカラをしていくターンでございます。とりあえず適当にビューラーをしていただいて、ビューラーでまつげ上げれたらマスカラ塗っていくんですけど、マスカラはこう目尻に向かって流れるようにまつげを作っていきたいですね。目尻にキュッキュッと流して塗るとお姉さんっぽくなりつつ、垂れ目も若干印象がつくんじゃないかなと思うので、上まつげを塗れたら下まつげも塗っていくんですけど、下まつげは目尻に塗っていきます。あんまり目頭の方に塗っちゃうとそっち側に印象いっちゃうんで OK。 そしたら最後ラメを目に塗っていくんですけど、今回は大人っぽいを目指しているので、グリッターとかじゃなくてこんな感じの結構塗るとツヤっぽくなるようなツヤーみたいな感じできらめくアイシャドウっていうかラメをちょっとご準備いただいて、ないよって方は普通のハイライトとかでも全然十分可愛いと思うので、そういったものをご用意していただいて、まずは涙袋の際のこの部分ね、あとはね目頭の方にもラインを引いちゃう感じでピッと、これがねきらめくと超可愛いんですよ。こんな感じかな。 OK。 そしたらアイメイクはこれにて終了でございまして、鼻のノーズシャドウとかやっていきますよ。ノーズシャドウ適当な感じで何でもいいんですけど、大人っぽいを目指しているので長く見えるように一直線に入れると大人っぽいかもね。 OK。 ノーズシャドウが終わりましたのでハイライトしていきましょう。ハイライトは本日ふんだんに塗っていきます。大人っぽいですから今日は適当なハイライトをいつも塗るところにはねとりあえず塗っていただいて、ちょっと濃いめにね、鼻とかあと顎とか目頭からクマのラインにかけてのこことかね、頬骨の
のあたり、この辺ね、あとね眉毛の周りにね塗っていきたい。細めに取れるやつでハイライト取ったら縁の部分に塗っていって、あとここの眉毛の上のね一直線にピッと塗っていくと、この光が当たった時にしかちょっと伝わりづらいと思うんだけど、ここがねツヤっぽいと一気に顔全体がすごいツヤっぽく見えるというか、やっぱ眉毛って人の印象の8割を担ってますよって言ってたけど、本当にそうなんだなと思ったよ。そしたらチークを塗っていきますよと。塗るのはさっき目の粘膜のあたりに塗ったやつのこんな一般的なピンク色のチークを取っていただいて、これをねいつもだったらこの頬骨のあたりだけ塗ってるんだけど、こんな感じで塗ってきたんですよね。この顔の側面塗り広げる感じ。かわいい、かわいすぎ。ちょっとテンション上がってきたかも。そしたら最後リップを塗っていくんですけれども、その前に一旦ファンデーションとかで唇の色を薄くします。唇の色が消せましたら、セザンヌのリップカラーシェード03番を塗っていきます。こいつはポンポンと色がしっかりめにオーバーリップもしまして、そしたら内側にもうちょい濃いめに重ねていきますよ。はい、ということで釣り眉垂れ目メイクが完了いたしましたね。見て、めっちゃ可愛くない？メイクして気づいたんだけどさ、これ女の子らしいメイクにするとギャルだね。これ平成のギャルだよ。今思えばそれそうだもんね。平成のギャルって細い眉毛で釣り眉でもう必死に垂れ目にしてたから、懐かしさがある今っぽい可愛いメイクになったなと。これちょっと今回私を褒めちゃおうかなと思います。よくやったって感じということで、このメイクに合わせた、ウィッグであったりとか衣装に着替えていきたいと思いますので、皆様ぜひご期待ください。じゃあ行ってきます。はい、ということで釣り眉垂れ目メイクが完成いたしましたんですけれども、とてもよろしくて驚き。よくない？そのメイクをしてみた結果、ちょっと平成っぽいメイクになってるんですよ。釣り眉で細めで垂れ目でみたいな感じになったから、服装というか髪型とかもそっちの感じ、ちょっと懐かしい感じの髪型とかにしようと思って、髪型はこんな感じでレイヤーの入ってる茶髪で流し前髪をしてって感じで、服はいいのが思い浮かばなくてピキンとくるような服装がなかったんで、シンプルなちょっとピチッとめなロンティーに首元寂しいなと思ったんで小ぶりな蝶々のネックレスをつけました。そしたらなんかいい感じでやんの、マジであげって感じマジ。ということで本日は釣り眉垂れ目メイクでございました。本当に可愛く出来上がっちゃったのでマジで真似してみて。釣り眉垂れ目メイクっていうもののちょっと平成っぽいメイクもしたいけど、ただ平成っぽすぎるとちょっと勇気が出ないなとかあんま似合わないかもなっていう人は、このぐらいのちょっと今っぽい感じも足したこのメイクをやってみるとちょうどいい平成感になって、 Y2K が流行っている今すごく流行りに乗れちゃう、いい波乗れちゃうと思うので、ぜひ真似してみてください。それじゃ今週金曜日の動画はここまで。よろしければチャンネル登録とか高評価コメントの方ぜひよろしくお願いいたします。私はこれから垂れ眉釣り目メイクをやっていらっしゃる数々のインフルエンサーさんの投稿を見に行って、私の好みの顔をいっぱい摂取しに行こうと思います。じゃバイバーイ。